シュータとユミのジャパニーズポッドキャスト。こんにちは。今回は日本では財布を落としても盗まれないって本当？というテーマで話していきます。最後にリスニングクイズがあるので、会話を聞いた後にチャレンジしてみてください。この前さ、SNS を見てたら、日本では財布を落としても戻ってくるのかっていう動画を海外の人が出しててさ、日本人の私たちから見て、それは本当なのかっていうことを話していきたいと思います。はい。シュータは実際にどう思う？どういうこと？戻ってきた経験とかある？実際ね、財布をね、落としたことがないからわかんない。おー、しっかり者でした。うん。じゃあ逆に拾ったことはあるんじゃない？確かに拾ったことは何回か覚えているかな。もちろん盗んでないでしょ？ うん。目の前の人が財布を落としたのに気づいたらすぐに追いかけて渡したり、電車の中とかに定期券とかが忘れてあったら駅員さんに届けたことはあるかな。偉いね。ゆみちゃんは落としたことあるっけ？私結構落とし物のエピソードいっぱいあるわ。確かにあるか。落とし物エピソードは持ってるんだけど、落としても全部戻ってきたから結局。うん。私はその日本では財布を落としても戻ってくる派かな。戻ってくると思う。100% なんだね。今のところ 100% だね。おー。体験談だと、去年にシュータのお父さんとお母さんと私とシュータで旅行に行ったじゃん。うん。そう、車で旅行に行ったんだけど、高速道路の、なんていうのあれ。サービスエリア。そう、サービスエリアにトイレ休憩として寄って、まあトイレに行きました。で、トイレが終わって、じゃあまた出発しましょうってなって、車を走らせて、ふとカバンがないことに気がつきまして。あったね、そんなことが。そう。で、私カバン持ってないってなって、で、あ、さっきのサービスエリアのトイレに置きっぱなしだってなって、うん。日本の高速道路はもう出発しちゃうと一方通行だから、戻るためには高速道路を降りないといけないんだよね。そうだね。で、大変申し訳ないのですが、運転してくれてるお父さんにちょっとお願いして、さっきのサービスエリアに戻って、お客様窓口の人にカバン届いてるかって聞いたら、届いてたんだよね。うん、そうだね。トイレの中にあったのを誰かが届けてくれてたんだよね。そう、中身も何にも変わらず、お金も取られずに、そのまんまで戻ってきたことがあったね。そうだよね。あの時はびっくりしたね。でも、ちゃんと戻ってきたから、うん、やっぱりすごいなって思ったかな。そうそう。あとは、これシュータにはまだ話したことないんだけど、大学生の頃、友達と遊びに行く日に、実家から電車に乗って待ち合わせ場所まで向かったのね。うん。で、実家から駅までは距離があるから、自転車で行ってたの。うん、うん。で、なんでかわかんないけど、財布がカバンから出て、自転車のカゴの中に入れっぱなしになってたのね。変だね。うん。で、電車には定期券で乗れるから、財布がないことに気づかずに、そのまま普通に定期券でピッて通っていって、で、友達と合流した時に、あれ財布ないって気づいて、で、どこで落としたかも全然わかんなかったから、とりあえず交番に行って、届け出とか出して、でももちろんその日には解決せずに、どうしようって落ち込みながら帰ってきたら、自転車のカゴの中に入ってて、びっくりしたってこともあった。よかったね。そう、自転車置き場ってさ、いろんな人が通るじゃん。うん。財布ポンってもうそのまま丸々財布入れてたから、まあ盗まれてもおかしくない状態だったんだけど、しかも丸一日置いてるから。うん。それなのに何も盗まれてなかったりとか。すごいね。そう。他には、
駅の中でカバンから定期券を落としてしまって、気づかずに歩いてたら、定期券を拾って落としましたよってわざわざすごい追いかけて渡してくれて、戻ってきたこともあったし、うん。なんかそういうラッキーなのかもしれないけど、うん。何にも落とし物して盗まれたっていう思い出は全くないかな。じゃあ、やっぱり日本では財布とかを落としても戻ってくるっていうのは、やっぱり当たってるのかな？うん、私の中では当たってるかなと思う。うんうん。と忘れ物だからってするなよって話なんだけど。そうですね。気をつけることは気をつけた方がいいね。そうだね。うん。まあでもまあだから海外の人が出していた財布戻ってくるのかっていう実験動画でもみんな日本人の人拾ってその落とした人に渡してあげてたからやっぱり戻ってくるんじゃないでしょうかね。うん。そうだね。でもなんでかっていうのを考えると結構不思議だけど何か思いつく？なんでかその人のものを取って自分のものにしてしまうと結局なんか自分に後で悪いことが返ってきそうなイメージがなんか根付いてるかな私は。確かにね。子供の頃から人のものは取っちゃいけないよとか、困っている人がいたら助けましょうっていうのは、学校の授業？道徳の授業とかあるもんね。そうだね。そういう人として正しいことをしましょうみたいな授業があるので、うん。そういうのでも落とし物を見つけたら交番に届けましょうみたいな考え方が小さい頃からあるのかもね。うん、そうだね。で、あとは今回、ポッドキャストを話すときにちょっと調べたんだけど、落とし物を拾った人は、すぐに警察に渡しに行きましょうっていう法律もあるんだって。あ、法律自体あるんだ。うーうん。ん。知らなかったよね。うん、それは知らなかったな。法律にもなっているらしくて、知らない人の方が多いけど、実際にルールとしてもそういう風に決められているんだって。なるほどね。あとは日本はね、どこの町にも結構交番がたくさんあるから、すぐに渡しやすいっていうのもあるかな。そうだね。交番っていうのは、小さな警察署、警察の施設のことです。まあ確かに拾ってすぐに届ける場所がわかりやすいから、まあ何も考えずに警察に行けばいいやっていう感じで、考える隙がないっていうのもあるかもしれないね。うん、それはあるだろうね。あとは結構日本は他の人からどう見られているかっていうのは気にするよね。ああ、それじゃない？うん。もうそれが一番だと思うわ。それも大きいのかな。うん。それが一番だね。うん。あの、例えば、道に落ちてる財布を自分のカバンの中にスッて入れたら、誰かに見られてるかもしれない。誰かに、あの人盗んだって思われるかもしれない。周りの目がすごい気になるから、いいことをしようってなるのかもしれないね。うん。そうだね。それはやっぱり文化としてあるのかもしれないね。解決しました。日はい。本では他人にどう見られるかを気にする文文化があるから財布は戻ってくる可能性が高いです。はい。確かに、いろいろな理由はあるけど、それが一番大きいかもね。まあでもこれはあくまで私たちの意見なので、他の日本人からしたら、いや、日本も危ないよっていう人もいるかもしれないから、もし皆さんの周りに日本人の友達とかがいる場合は、財布って帰ってくるって聞いてみても面白いかもしれません。その友達の体験談を聞くのも面白いかもね。実際に友達の話だと、うん。財布を落とした時に、財布は見つかったけど、中のお金だけ全部なくなっていたとか、そもそも財布自体見つからなかったっていう体験をしている友達もいるので、日本にいても必ず帰ってくるわけではありません。そうだね。必ず
帰ってくるわけではないね。だから日本に観光に来る人たちも一応気をつけておいた方がいいと思います。そうだね。実際に帰ってくるかもしれませんが、きちんと自分の大切なものはなくさないように持っていましょう。はい。ゆみちゃんも気をつけてね。そうだね。はい。では今回のトークはこれで終わります。それではリスニングクイズに移りたいと思います。私たちが話していた内容をもとにクイズに答えてみてください。全部で5問あります。動画を見ているみんなで一緒に頑張っていきましょう。第1問。シュータは財布を落としたことがありますか？ 1、よく落とす。2、一度だけある。3、落としたことはない。4、覚えていない。正解は3、落としたことはない。シュータは財布を落としたことがないからわからないと言っていました。第2問。ユミはサービスエリアで何を忘れましたか？ 1、ネックレス。2、カバン。3、定期券。4、スマートフォン。正解は2、カバン。ユミはサービスエリアのトイレにカバンを置き忘れましたが、後で無事に戻ってきました。第3問。ユミが大学生の時、財布をどこに置きっぱなしにしていましたか？ 1、駅のベンチ。2、教室の机。3、自転車のカゴ。4、公園のベンチ。正解は3、自転車のカゴ。自転車のカゴの中に財布を入れっぱなしにしていたと話していました。第4問。日本で落とし物を拾った時のルールとして正しいものはどれですか？ 1、拾ったら3日以内に届ける。2、必ず落とした人に直接返す。3、警察に届けるのは違法。4、拾ったらすぐ警察に届ける法律がある。正解は4、拾ったらすぐ警察に届ける法律がある。落とし物はすぐ警察に届ける法律があると紹介していました。第5問。日本で財布が戻ってくる理由として話されなかったものはどれですか？ 1、拾った人がお礼をもらえるから。2、周囲の目を気にする文化があるから。3、学校の授業で正しい行動を学ぶから。4、交番が多くて届けやすいから。正解は1、拾った人がお礼をもらえるから。お礼の話はされておらず、文化や教育、インフラの理由が話されていました。皆さんは何問正解できましたか？今回のクイズはこれで終わります。グッドボタンやチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のコメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょまたね。う。バイバイ。